3色ヨーグルトムースを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は3色ヨーグルトムースを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐひな祭りということで、ひな祭りにちなんで3色のムースを作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ヨーグルト、生クリーム、グラニュー糖、いちご、抹茶パウダー、レモン汁、粉ゼラチン、お湯。今回はこちらの材料で作っていきます。まずヨーグルトなんですが、こちらは無糖ヨーグルトを使用してください。今回普通のね、ヨーグルトを使っていくんですが、こちら水切りヨーグルトを使っていただいても OK です。水切りヨーグルトを使っていただくと、より濃厚なムースに仕上がります。そして生クリームですね。今回は動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そして今回3色ということで、いちごと抹茶で色付けをしていきたいと思います。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、いちご。こちらの材料でトッピングしていきます。このトッピングに関しましてはお好みでやってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにですね、ゼラチンを3等分にしてください。今回全部で 3g 使うので、全部 1g、1g、1g ずつ入れてください。小さじなどで言うと、小さじ1/2分の1よりもちょっと少なめの分量になります。ただですね、しっかりこちらは計量していただくといいかなと思います。そうしましたらですね、まずはじめにこちらのゼラチンを溶かしていきます。それぞれですね、容器に入れてください。このように3つに分けて、この中にお湯を入れていきます。はい、そしてそれぞれよく混ぜてください。お湯もね、大さじ1杯ずつ加えてください。はい、OK です。それぞれですね、このように透明感が出てくるまでしっかりと混ぜてください。そしてこちらはですね、使うまでこのまま置いておきましょう。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まずボウルに生クリームを入れてください。続いてここにグラニュー糖です。生クリームを泡立てる時なんですが、通常氷水に当てて泡立てていきます。なんですが、今回はゼラチンと合わせるので、生クリームが冷たい状態だとゼラチンの粒々が出てしまう時があります。なので今回は氷水に当てずに泡立てていきます。少ししっかりめに泡立ててください。はい、OK です。このぐらいですね、しっかりめに泡立ててください。生クリームはこれで OK です。そうしましたら続いてここにヨーグルトを加えます。そしてこちらをですね、同じようにハンドミキサーを使って混ぜていきます。はい、このようによく混ざるまで混ぜてください。泡立てる時なんですが、低速でやっていただくときめの細かい仕上がりになります。それではですね、続いてこちらの生地を3等分にしていきます。今回ね、先ほど計量したんですが、約 370g だったので、だいたい 120g ずつ分けていきたいと思います。こちらはですね、だいたいね、3等分に分けていただければ OK です。こういった量りがある方はね、きちんとね、測っていただくといいかなと思います。それでは分けていきます。はい、このように3つに分けました。そしたらですね、この後1つにいちご、そして1つに抹茶パウダー、そして1つにレモン汁を加えていきます。いちごに関しましてはね、ちょっと果汁が多いので、いちごのこちらの生地からまず小さじ1杯ですね、白いレモン汁を入れる生地の方に入れていきます。こちらはね、大体で OK です。あとは抹茶の方にも小さじ1杯加えてください。このようにね、きちんとやっていただくと、それぞれの硬さが均一になります。そこまですごい大差が出るわ
わけではないので、もしねきちんと揃えたい場合はこのようにやってみてください。もしそれぞれの硬さが多少変わっても気にならない場合はそのままやっていただいて OK です。それではですね、まず一番下の層になる緑から作っていきます。まずこちら抹茶パウダーを加えていくんですが、直接入れてしまうと抹茶がダマになるので少しずつなじませていきます。なのでまずねこういった容器に抹茶パウダーを入れます。そして最初は小さじ1杯ぐらいですね入れてください。そしてなじませます。少しずつねこのようになじませていってください。はい、 OK です。そしたらねまた小さじ1杯加えてください。そしてよく混ぜましょう。そしてもう1杯加えてください。そしてよく混ぜます。そうするとねこのようにダマができず綺麗な生地に仕上がります。このぐらいねヨーグルトの生地と同じぐらいの硬さになれば OK です。そしたらこちらの生地に戻し入れましょう。そしてよく混ぜます。はい、このように綺麗に混ざるまでしっかりと混ぜてください。それではですね、続いてここにゼラチンを加えていきます。今ゼラチンの状態なんですが、ちょっとね固まってます。なのでこちらを一度電子レンジで加熱して溶かしていきます。電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、10秒加熱しました。そうするとこのようにね溶けた状態になります。そしてここにすぐ入れたいところなんですが、こちらのヨーグルト生地が冷たいとゼラチンを加えた時にザラッとした食感になってしまいます。なのでこちらの生地も軽くレンジで温めます。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、今ね20秒加熱しました。そしたらですねここにゼラチンを加えていきます。加える時は一度こちらの生地をゼラチンになじませていきます。そうするとねよりつぶつぶになることを防ぐことができます。そしてしっかりなじんだら戻し入れてください。そしてよく混ぜましょう。抹茶の生地はこれで OK です。それではですねまず一番初めに下の生地から型に入れていきます。今回はこちら 150mm の四角いスクエア型の型に入れていきます。入れる時はねこのようにスプーンですくって入れてみてください。はい、 OK です。この後あと2層重ねるのでだいたい 1.5 センチ分ぐらいですね。そのぐらい入れてください。それでは残りも同じように入れていきます。入れた後ね少しトントンしていただくと表面が平らになります。はい、 OK です。今回はですね4個分になります。このように型に入れてください。こちらの個数に関しましては容器の大きさによって変わってくると思いますので目安にしてみてください。それではですねこちらは一旦冷蔵庫で冷やします。冷やす時はですねこういったバットの上に置いて、そして上にねふわっとラップをかぶせて冷やしてください。そしてこのまま20分冷蔵庫で冷やします。それでは続いて真ん中の白い生地の部分を作っていきます。こちらにですねレモン汁を加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。このようによく混ぜてください。それではですねこちらもここにゼラチンを加えていきます。このゼラチンも今固まっている状態なので一度レンジで加熱して溶かします。電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、そしてこのように溶ければ OK です。そうしましたら続いてこちらもレンジで加熱します。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらですねこのゼラチンの中に生地を入れます。そして混ぜましょう。このように馴染んだら戻し入れてください。そしてよく混ぜます。はい、ヨーグルト生地はこれで OK です。はい、20分経ちました。こうやって揺らした時に軽く表面が固まってれば OK です。ちょっとまだ緩いかなと思ったらもう少しね冷やしてみてください。こちらのね冷やす時間は冷蔵庫の環境によっても変わってくると思いますので調整してください。そうしましたら今度はこちらに白生地を入れていきます。こちらもですね抹茶生地と同じぐらいの幅になるように入れていきます。はい、こんな感じです。ではね残りも同じように入れていきます。はい、 OK です。このように入れてください。そしたらですねこちらも同じようにまたバットに乗せて、そして上にラップをかぶせます。そしてこのまま同じように20分冷蔵庫で冷やします。それでは続
続いてピンク生地を作っていきます。まずいちごですね。いちごのヘタを切り落としてください。はい、 OK です。そうしましたらいちごを耐熱容器に入れて、一度こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。1分加熱するとね、このようにいちごがとても柔らかい状態になります。ちょっとね、器が熱いので注意してください。そしたらですね、ここにザルなどを置きます。そしてこちらのいちごをこしながら加えてください。こんな感じでスプーンでね、潰していただくとやりやすいと思います。もし果肉を入れたい場合は、器の中でいちごを潰して、そして全部入れていただいても大丈夫です。このように入れたらよく混ぜます。はい、 OK です。このようにしっかりと混ぜてください。そしたらですね、こちらも同じようにゼラチンを電子レンジで加熱して溶かしてください。そしてこちらの生地も一度電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、加熱しました。そしてこちらのね、ゼラチンに生地を少し入れてください。そしてなじませます。あとは戻し入れましょう。そしてよく混ぜてください。はい、ピンク生地はこれで OK です。はい、20分経ちました。こちらもですね、一度表面をちょっと揺らしてみて、表面が少し固まってれば OK です。そしたらですね、最後ピンク生地をのせていきます。はい、こんな感じです。それでは残りもね、同じように入れていきます。はい、 OK です。全部入れました。そうしましたらまた同じようにふんわりとラップをかけます。今度は表面にくっつかないように注意してください。そして今度はですね、最後このまま2時間しっかりと冷やし固めます。それではトッピングの生クリームを作っていきます。まず氷水を用意して、その上に生クリームの入ったボウルを置いてください。そしてここにグラニュー糖を加えます。そして氷水に当てながら泡立てましょう。はい、 OK です。だいたい8分立てになるように泡立ててください。そうしましたら絞り袋を用意してください。今回私はね、このような口金を使ってますが、こちらはお好みの口金を使ってください。そしたらこちらをね、こういった容器にセットします。そしてこの中に生クリームを入れてください。トッピングの生クリームはこれで OK です。それでは続いていちごです。いちごはですね、ヘタごと縦半分に切ります。ヘタを取り除きたい方はヘタを取り除いていただいて大丈夫です。はい、いちごの準備はこれで OK です。それでは冷やし固まったのでトッピングしていきたいと思います。それではまず最初に生クリームを絞ります。はい、そしてあとはいちごを添えてください。はい、これで完成です。こちらのトッピングはね、お好みでやってみてください。それでは残りも同じようにトッピングしていきます。はい、これで3色ヨーグルトムースの完成です。こんな感じに仕上がりました。一番下が抹茶味、真ん中がレモン味、そして一番上がいちご味になってます。ヨーグルトのね、酸味も効いてふわっとした仕上がりになってます。で最後ですね、こちらのトッピングはお好みでやってみてください。はい、このようにふわっとした美味しそうなムースに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。口の中に入れた瞬間に溶けます。そしてこのヨーグルトの酸味が効いててすごく美味しいです。ふわふわ。抹茶とヨーグルトもすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の3色ヨーグルトムースのポイントです。まずヨーグルトなんですが、今回は水切りせずに使ってます。より濃厚にしたい場合は水切りして使っていただいても OK です。その場合は水切りした状態で 200g ほど用意してください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はまずゼラチンを3つに分けてください。全部でね、トータルで 3g 使ってるんですが、 1g、1g、1g にしていただくといいかなと思います。小さじなどのね、スプーンで測る場合は小さじ1/2よりほんのちょっと少なめの量で作っていただくといいかなと思います。そしてこちら
らのゼラチンを3つに分けたらそれぞれお湯で溶かしてください。ゼラチンはしっかり溶けるのにちょっと時間がかかるので、こちらの作業は必ず一番初めに行うようにしてください。そしてムースの生クリームの泡立て方なんですが、通常生クリームを泡立てるときは氷水に当てながら泡立てると思うんですが、今回はねゼラチンと混ぜるので、生クリームが冷たいとゼラチンの粒々が出てしまう時があります。なので生クリームは氷水に当てずに泡立てるようにしてください。そして緑の生地を作る時のポイントなんですが、今回は抹茶パウダーを使用しました。この抹茶パウダーは非常にダマになりやすいので、必ず少量の生地でなじませてから全体の生地と合わせるようにしてください。そしていちごに関しましては電子レンジで軽く加熱していただくと柔らかくなって潰しやすくなります。そしてそれぞれの生地にですねゼラチンを加えるんですが、ゼラチンがもし固まっていたらレンジで10秒ほど加熱して溶かして、そして生地の方は軽く電子レンジで加熱して温めてからゼラチンと合わせるようにしてください。この時に生地が冷たいとこれもですねゼラチンの粒々が出てしまう原因になりますので、必ずね人肌よりもちょっとぬるいぐらいで大丈夫なので、そのぐらいまで温めるようにしてください。そして型に入れる時なんですが、まず一番初めに緑色の抹茶のムースを入れました。こちら入れたらですね一度冷蔵庫で20分ほど冷やしてください。そしてちょっとね表面が固まったかなっていうタイミングで次の白い生地を入れてください。そしてこちらも同じようにその後20分冷蔵庫で冷やして、そして白い部分も固まったら一番最後にピンク色のいちごムースを入れてください。そしてこのいちごムースを入れた後は 2,3 時間ほど冷蔵庫でしっかりと冷やしてください。そしてトッピングなんですが、今回は生クリームといちごをトッピングしました。こちらのトッピングはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひひな祭りのおやつに作ってみてください。はい、ということで今日は3色ヨーグルトムースを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。